この料理をヒントにパン粉の新しい使い方として皆さん好きな食材でやってみても結構美味しいと思うんですよ。豚とピーマンの自然風辛味炒めというメニューでございます。パン粉と鷹の爪、赤唐辛子いってですねカリカリにします。で色が変わってカリカリになれば香ばしさとしっかりと辛み移るので、ここにパン粉ですね混ぜていくとパン粉が油吸いますよね。これが旨味に変わるわけですね。美味しいんですよ。パン粉にねしっかり味付いてるんですよ。辛っ最高だぜ。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは豚とピーマンの自然風辛味炒めというメニューでございます。8月5日でございます。今日は8月5日パン粉でパン粉の日だそうですね。で今日のこの豚とピーマンの自然風辛味炒めはですねパン粉使います。たまたま偶然なんですけれどもね。で皆さん四川料理屋に行かれた方は食べたことあるかもしれないんですけど、唐辛子がいっぱい入ったカリカリの鶏、あれにちょっと寄せたメニューですね。で家にある食材で、ああいうちょっと辛いけどちょっとあっさり食べれる、メニュー作れますので、今日はそのメニューをご紹介したいと思います。じゃあ材料説明です。豚ロース肉、とんかつ用ですね。塩コショウ、ピーマン、にんにく、ごま油、それからパン粉と鷹の爪、赤唐辛子ですねを使って作っていきます。まず最初にパン粉と唐辛子をいってですねカリカリにします。唐辛子を入れて平らにならし、でこれで焦がさないようにまず軽くいっていきますね。で色が変わってカリカリになれば案外辛みがつかなそうなんですけど、しっかりと辛み移るのでまずこの作業をするというのが大事ですね。でこの間に他の食材の下ごしらえをしていきます。まずピーマンですね。真ん中で縦1/2にしてで種外していきます。でたまにこうやってちょっと煽ったり、同じとこずっと当たってるとね焦げやすいのでちょっとたまにこうやって煽ってですね。本場のね四川料理は本当に辛いですからね。でもなんか現地の方あんまり辛いって感じないらしいですね。今日のはそれほど辛くない。辛いですけど、辛さよりもなんか旨味が立つというか、はい、種取ってこんな感じですかね。やっぱね長年料理してると切り方にもいろんな癖が出てきてですね、ピーマンもなんか自然と絶対こうやって切んないとね、絶対こうやって切ってこうやって押すと潰れちゃうじゃないですか。だから切れづらいんですよ。なので自然と左手はこうやって膨らましてるんですよね。膨らまして刃を立てる位置を決めてるっていう、こういうのもあるんですよね。危ね危ね、焦げるとこあった。そうこういうのがあるんでね、皆さんはあれですね、集中してくださいねこっちにね。でね唐辛子の香りがもうしてんですよ、結構鼻にクーッとくる。この色に入ってきたらもうこう振ってた方がいいですね。ここから先はちょっと集中して振る。で全体が白いのがある程度なくなるまで、こんな感じかな。はい、で焦がしたらこの料理もう全然美味しくないんですよ。香ばしさなので、あくまで香ばしさと油を入れてお肉とピーマン炒めていくんですけど、その油と肉の旨味をこのパン粉は吸ってくれるんですね。でさらにお肉とかピーマンに付着するんで味がしっかりしたいっていうレシピですね。そしたら別の容器に移しておいて、でまた同じフライパン使っていくので少しパン粉の粉がですねつくと思うんで、このままにしとくと、ピーマンとお肉炒めてる時に焦げちゃうんですね。なのでこうさっと切り取って
置いておきます。ニンニクは今日は薄切りです。ニンニクも切れましたと。豚肉は今日はしっかりしてますね。分厚いですね。なのでこんな感じですかね。コロコロっていう感じがいいと思いますね。2センチ角ぐらいでもいいかな。はい、そしたら塩コショウしておきます。お肉下味塩コショウでよく揉んで、お塩がしっかりくっついてコショウが全体に均等にくっつくようにして、ここから炒めていきますね。もう一度フライパンに火をつけて、ここにまずごま油です。しっかりめ。最初に豚肉ですね。で表面にしっかり焼き色つけていきます。豚ロースだとすると豚のこの脂の部分からも脂出てくると思うんで、結構ごま油と合わさって油の量多くなると思いますね。油跳ねるのが嫌な方はもうここで蓋しちゃってもいいですね。そしたら裏返したらちょっとお肉よけて、ここにピーマン、焼き目ついてちょっとくったりしてきたら豚肉もいい感じだと思うので裏返しつつ全体と合わせていきます。こんな感じですね。ピーマンこうやって焼き色ついてちょっとくったりしてるこの状態になったら、ここでニンニク薄切り入れて、ちょっと全体に香りを移しつつ、でニンニクもこうやって混ぜ合わせて、でここに先ほどのパン粉ですね、ザー入れ、最後にお塩をささっと振って混ぜていくと、当然ですけどパン粉が油吸いますよね。これが旨味に変わるわけですね。パン粉が油しっかり吸って浮いてる油なくなり、こうお肉とピーマンにこうパン粉が付着している状態ですね。この状態ができたら盛り付けですね。こんな感じですかね。はい、完成です。じゃあ早速出来たてをいただきたいと思います。ピーマン、豚肉でパン粉もね一緒にこういう感じで、こういう感じかな。ピーマンからいこうかな。美味しいんですよ。パン粉にねしっかり味付いてるんですよ。辛い。辛いですね。やっぱ夏はビールでしょ。最高だぜ。辛さはこのキリッと冷えたビールでこう洗い流す感じっていうんですかね。油吸ったパン粉なんですけど、別にもったりしてるわけじゃないんですよ。やっぱりカリッとこうなんて言ったらいいのかな、ファサって感じ、であっさりしてます。調味料塩しか入ってないので、なんていうかな、パン粉の新しい使い方として炒め物にこうやって合わせるのは、多分この料理をヒントに皆さん好きな食材でやってみても結構美味しいと思うんですよ。なのでね、ぜひ参考にして作っていただきたいメニューですね。ごちそうさまでした。